ポイントで紫を使った抜け感カラーメイクを紹介しました。こんにちは、紅林遥です。普段はキャラの読者モデルをしています。今回はカラーメイクの中でも抜け感のあるちょっとナチュラルめなカラーメイクを紹介していきたいと思っています。それではレッツスタート。まずカラコンから入れていきます。使うカラコンはエクストラホールのピンク 14.8mm です。少し小さめの直径で、今回はナチュラルめに抜け感を出すメイクなので、色も、縁が黒で内側がほんのりピンクっていうカラーを使っています。そして今回ベースで使うのはコスビシスというブランドの UV ベースです。薄い色の方が先に使うベースですね。こちらから塗っていきます。いつも前肌使ってるんですけど、前肌は結構カバー力が高くて、で保湿力も高くて UV も入っててっていうなんか結構便利グッズではあったんですけど、今回は抜け感を出したナチュラルメイクなので、実際の肌の質感を生かすために私が普段スキンケアで使ってるこの同じブランドで揃えて、ほんのり色がついて、UV カットが高いものを使ってみました。そして次に使うのは同じくコスビシスの UV トップです。こちらは若干、ファンデーションの色が入っているものになっています。ベースの上から塗るとさらに塗り重なってこう色が肌色が出てカバー力もアップします。次にコンシーラーを塗っていきます。使うのは資生堂のスポッツカバーファンデーション、S の100というタイプです。練りコンシーラーなので、さっき塗ったベースの上から気になるところだけを、ポイントでカバーしていきます。そしてベースの仕上げに塗っていくのがこちらノボちょっと未だに読み方がわからないんですけれども、ノボのパウダーを使って、気になるところだけ叩いていきました。全部塗りすぎると厚くなってしまって、ちょっと抜け感とかナチュラルとかは遠くなってしまうので、後からパウダーを塗るであろう目の際とか周り、あとはチークを塗るであろうところのベースとかだけポンポンと叩くように軽く塗っていきました。そして目に入ります。使うのはアイシャドウパレット120、いつものパレットです。こちらのクリームベージュっぽい黄色をまずはアイホール、全体に塗っていきました。なるべく目頭側から伸ばすように塗っていくとうまくグラデーションになって目尻がきつくなりすぎずナチュラルに仕上げることができます。ベースのシャドウを塗った上から今度は MAC のダズルシャドウラストダンスという色のシャドウを塗っていきます。こちらはほとんど色はつかないんですけれども、とにかくラメが細かくてすごくキラキラ可愛く仕上がるので、上からラメだけをのせていくような形で塗っていきました。次にピンクのシャドウを塗っていきます。まずは同じくアイシャドウパレット120の中から明るめのピンクを1色選んで目尻にちょっと線を引いていきます。ポイントとしては自分の目の目尻側3分の1ぐらいから、同じ幅はみ出すように1センチぐらい細めに線を引いていきました。そして次に濃い蛍光ピンクのシャドウを塗っていきます。最初に塗った明るめのピンクのラインの上に沿うような形でちょっと短めに蛍光ピンクのシャドウを塗っています。次にシャドウを入れていきます。使うのは、NYX のラブコンツアゾール、開いて右下のローライトのカラーを使っていきました。こちらをブラシに取って、自分の目頭に近い方から順番にこう鼻の先に向かって伸ばしていき、で今度は眉頭の方に向かって伸ばしていき、真ん中から下上下上みたいな感じでだんだんグラデーションになるように伸ばしていきました。そして、そのままだとすごく濃くなってしまうので、あとは指でちょっとなじませながらトン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 と叩きながら上下に伸ばしていくと、下地で塗ったベースとうまく交わっていい感じのグラデーションになっていきます。次に同じパレットの中からハイライトを塗っていきます。ハイライトは私平筆をよく使うんですけれども、平筆に取って、鼻の真ん中の筋のところ、結構ねこのおでこ眉間のところら辺も塗るような感じで T の字に塗っていきます。そこから今度はクマのところを軽く隠すような形でポンポンと叩いていって、そこが終わったら眉毛、目尻なんかは特に毛穴があったりするのでそれも隠すように塗っていき、で鼻の際ですね、こ
こはすごくファンデーションが浮きやすかったりとか塗り忘れが多かったりするので、こういう際のところをうまく筆で隠していくととても綺麗に仕上がっていきます。で最後は口元ですね。口角の横のところ、下から上に向かって上げていって、それから今度は、この鼻と唇の間ですね、上のところをハイライト置いていくとすごくこうプルンと可愛らしい唇に仕上がるので、こういうところ濃いめに置いています。次にアイライナーを引いていきます。使うのは K パレットのリアルラスティングアイライナーです。前にこれの黒を使ってたんですけどとても良くて、今回はあえて黒ではなく茶色を使うことで、この目尻のピンクを際立たせて、さらに最初に塗ったこのラメのところも邪魔しないように、ナチュラルなカラーを使っていきます。次に眉毛を描いていきます。今回私髪の毛が緑なので合わせてちょっと濃いめの緑で眉毛を描いていきました。綿棒にいつものアイシャドウパレット120の濃いめの緑を取って、だいたい目の半分ぐらいまでのところまでポン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 とちょっと広めに置いていっています。この時若干広めに置くことによって後から濃い色を上からのせても周りのカラーがこの緑で侵食されているのでうっすら緑が残って可愛らしく仕上がります。次に眉毛を仕上げていきます。使うのはエクセルのロングラスティングアイブロウ色は色はキャメルブラウンです。このアイブロウは片方がこんな風にリキッドになってて、でもう片方はチップになってパウダーみたいにポンポンポンと大きく色をのせられるようになっています。なんでまずはリキッドの方で形を整えていきました。緑をのせたところは結構大雑把にのせてるので、目尻側をこのリキッドで上は平行、下は45度上がりぐらいになるような形で眉毛の三角形を作るようなイメージで目尻をキュッキュッとまずは際を描いていきました。1本横に引いて、そこから今度は下を描いていきます。だんだん目尻に向かって上がっていくようなイメージで描いていくとすごく綺麗な三角形に仕上がっていきます。次に後ろのチップで眉毛の色を落としていきます。まず最初にベースで緑を塗ったんですけど、ちょっと緑すぎるので眉毛だよって分かってもらうためにもちょっと黒っぽさを入れていきたいなと思っていて、このキャメルブラウンのパウダーチップの方でポン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 と上から押さえるような形で色をつけていきました。そうすると若干色が落ち着いて、目尻側の色と馴染んでくるので、今度はまたこのリキッドの方で眉毛の隙間を描いたり埋めたりしながら形を整えていきました。で、最終的な仕上げでまたチップを使ってこの鼻のローライトとつなげるような形で目頭をガガガガッと色を描いていって、指でぼかして鼻の方にだんだん近づけていってってすると目頭側がポンと浮かずにうまくこう彫りみたいに見えて綺麗に仕上がっていきます。そしてマスカラを塗っていきます。使うのはオシモンカールアップウォッシャブルマスカラのブラックです。このオシモンすごく持ちが良くて結構ヘビロテしてるんですが、今回は上下に1回ずつ塗っていきました。あんまり重ね塗りしすぎるとまつげが際立ちすぎて抜け感がなくなってしまうので、今回は軽く伸ばしていくだけで使っています。そして下のまつげなんですけれども、結構塗る時に肌についてしまうっていう人が多いかと思うんですが、ポイントとしてこうやってまず大雑把に毛先塗るじゃないですか。そしたらなんかもう顔を動かして逆にブラシを固定してこうやってやるとめっちゃ綺麗に全体的に塗れるので、ぜひ困ってる人試してみてください。そして、目の仕上げで使うのはキコメイクアップミラノというブランドのグリッターアイライナーです。これ超優秀でしかも安いんですよ。日本円で300円ぐらいだったかな。なんかロンドンで友達が買ってきてくれたんですけど、中のラメが超オーロラでいろんな色に見えるタイプのラメですね。で細かいので今回は
涙袋の際と、あと目頭の際に使いました。これ塗ることによって上のダズルシャドウと一緒で、いろんな角度から見た時にすごく光に反射してキラキラ見えるので、色を使ってないんですけれども、すごく透明感と派手さ、華やかさが、見られるので、これ使ってみてます。リップを塗っていきます。まず塗るのは JCat Beauty のワンダーリップティントという、リップです。カラーはラベンダーを使っています。こちらのブランドすごく発色が良くて、ガンガン色物を使ってるんですけれども、今回はちょっと透明感のあるグロスみたいな感じなので、まずはベースとして全体的に塗ってみました。そしてグラデーションを作っていくために次に使ったのは NYX のコズミックメタル、パープルのギラギラのグロスです。これ以前も別の動画で使ってるんですけれども、その時はもう全体に塗ったので超派手ギラギラみたいなイメージだったんですが、今回は抜け感、透明感みたいなのを大事にしてるので、まずは手に取って唇の内側だけ上下にポンポン叩くように塗っていきました。で、最後はマッて下になじませてうまくグラデーションを作っていきます。次に使うのはマジョリカマジョルカのハニーポンプリップエッセンスというグロスです。一応唇用美容液ってなってるんですけれども、ほぼ成分はグロス、透明のグロスなので、これをまず手に取っていつも使ってるアイシャドウパレットの薄いピンクをちょっとガリッと削って混ぜていきます。で、この、グロスとシャドウを混ぜるとその色のリップグロスが出来上がるので、それを使ってハイライトとして山のところに上だけカラーを入れていきました。最後に唇の上にのせるように、いつもほっぺに貼っている三宝石の星のグリッターを今度は唇に塗っていきました。1個ずつ綿棒で取っていくんですが、結構綿棒につきにくかったりもするので、そういう時はさっき使った、グロスとかをちょっとだけ綿棒につけて、星を取るとうまくくっついて好きなところに貼ることができます。配置はなるべく真ん中の内側に寄せていく感じで、下の唇に5個、上の唇に4つぐらいつけていきました。はい、仕上げで最後はチークを塗っていきます。まず最初に使ったのはアイシャドウパレットの薄いピンクです。こちらを筆に取って軽く手の甲でなじませてから、顔の中心、ちょうど本当に自分の目の下の真ん中ぐらいのところからこめかみに向かって上に上げていきます。はい、それが塗り終わったら最後は2色目紫の色を塗っていきます。なんで紫かっていうと、今回は私リップに使った色が紫っていうのと、目にはもうすでにピンクを使ってしまっているので、ちょっと違う色にしたいなっていうのがあって、たまたまこの襟足に紫が入ってたんで、それに合わせて紫のカラーを使いました。こちらも、ピンクの上からというよりかはピンクの若干下から、隣接するような形で沿って塗っていきます。で、こめかみまで塗り終わったら、今度は目尻からこめかみまでちょっと上目にも塗っています。これで顔の立体感を出して、ほっぺ、唇は色だけど眉毛の間とかこの辺は色がなくて抜け感みたいなイメージで塗っています。最後は髪の毛をセットして完成です。使うのはコーセーのサロンスタイルハードワックスです。女性もののワックスの中ではだいぶハードな、ちょっと固めに仕上がるような感じのワックスを使っています。これを手に取ってなじませてから、まずは全体につけるようにボサボサボサってやるんですけど、全体も馴染んだかなってなったら、そこからまとめていってすごくシュッと収まっていますポイントは毛先を束感出すような感じでつまんで、前髪を作っていって、で最後はこのショートカットなんで上のところをちょっとまとめて、なんていうんですかね、かぶせるような形で真ん中にボリュームを出していくような感じにするとすごく綺麗に仕上がると思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回は、ポイントで紫を使った抜け感カラーメイクを紹介しました。い
この星のキラキラとかね、結構配色を考えるのが楽しいと思うので、皆さんもぜひ好きな色でやってみてください。今回この目尻のピンクに合わせて T シャツもピンクにしてみました。スカートも実はピンクなんで後で見せようと思っています。キラキラ星みたいなのもね、そうやってアクセサリーで合わせたりしているので、ぜひ皆さん細かいところまで何回も見てください。というわけで他にもたくさん動画を出しています。ぜひチャンネル登録してそちらもチェックしてください。それではバイバーイ。